皆さんこんにちは、ポッチです。みちこです。ハッピーライフチャンネルです。はい、本日の動画なんですけれども、はい、以前私たち妊活を始めますという動画を出したと思うんですけれども、その動画を見て見てその動画なんだっけその動画以降この YouTube で妊活についての話ってしてなかったと思うんですよ。でその動画でもしないっていう風には動画でね特に言いませんっていうのをお伝えしてたと思うんですけれども、今現在会員制の SNS のフォローミーっていうので妊活についての発信っていうのをリアルタイムでね今してるんですよ。でそれをチラチラってこう動画でフォローミーのフォローしてくださいみたいなことを言ったりしてて、最近質問募集とかをすると妊活について教えてくださいとかっていう意見がすごい多くない？そのフォローミーだけじゃなくて、そういう説明を動画でしてほしいっていう意見だったり、フォローミーだけで発信するのは違うんじゃないのかなっていうご意見が結構たくさん来ていて、そうなんですよね。なんで私たちは動画でお話をしないのかっていうこと、会員制のものだけでやってるのかっていうのを今日はちょっとすごい説明不足だった気がしたの。なんかちょっとすごいこうビュッてやっちゃった混乱させてしまったと思うので、この動画でちょっとご説明をねしっかりしていきたいなっていうことです。はい、分かんないいいかちょっと言ったりするっていう今日は動画になっております。今動画が何の動画？そうです今日何の動画かの話です。それは長いこの間の動画の中でも言ったんですけど、YouTube でお伝えするのってやっぱりたくさんのご意見が来たりとか、ちゃんと進展してからのご報告の方が私たちも気持ち的にすっきり報告っていうのができるかなっていうので、その妊活中の細かいことっていうのはお伝えする予定が YouTube ではもともとなくて、でブログの方でそういう細かい妊活中のご報告だったりとか、今こういうことが起きてるっていうのはお伝えしていこうと思ってますっていうふうに言ってたんですけど、のつもりだったんですよね。ブログを見てくださいねみたいな知りたい方はっていうふうに言ってたんですけど、その動画をアップしてから結構たくさんのご意見、っていうのをいただいていて、もちろんねすごい祝福というか頑張ってください応援してますっていう温かいメッセージが本当にたくさんいただけて、すごく本当にありがとうございました。勇気づけられた部分もたくさんあるので、そういうご意見はすっごい嬉しかったんですけど、やっぱり中には何て言うんだろう、誹謗中傷じゃないけどちょっと厳しいご意見っていうのがあったりして、ブログの方ではそのフォローミー始めた経緯っていうのをしっかり私の文章でご説明させていただいたんですけど、その YouTube で言ってなかったので動画バージョンっていうのでなんて言うんだろう、 LGBT とかその同性カップルに対しての批判っていうのは今までも少なからず一定数はいたから、そういうのっていうのはあんまこう聞き流すじゃないけどそんな気にならない。そういう意見もあるんだなっていうので、もこうなんていうの、人として言っちゃいけない言葉とかをこう言う人ってたまにいたりするんですよね。そういうのはもう聞こえないというか、もう見えない全然気になってなかったんですけど、動画を出してから本当にぐさっとくるようなご意見っていうのが結構多くて、そういうご意見をいただいて妊活を続けるっていうのがメンタル的にしんどくなっちゃいそうというか、やっぱり妊活されてたご経験とかがある方ならわかるかと思うんですけど、妊活中って結構ナイーブな気持ちになってしまったりとか、そういう一つ一つの意見で深く受け止めすぎてしまったりとか、そういうことが出てくるのかなって思ったら、ブログでこのままこまめな発信をしていって、そういうのを全部受け止めるっていうのがちょっと難しいんじゃないのかなっていうふうに、その動画を出してすぐちょっと思ってしまって、でブログで発信するっていうのがちょっと怖いなっていうふうに思ってしまったので、しばらくはもう発信をするのをとりあえずは妊活っていうものが終わるまではちょっとやめようかなって、その安定期に入ってご報告とかそういう瞬間になるまではもう黙っとこっかって、こういうご意見を日々日々受け止めることも難しいなって思ってたんですけど、そのフォローミーっていう会員制の有料 SNS をあるよっていうのを聞いて、誹謗中傷だったりとかそういうのを防ぐためにそういう SNS の活用の仕方っていうのを教えていただいて、でやってみるのもありなんじゃないのかなっていうふうに私たちで話し合って、本当に見守りたいっ
って思ってくれたり、本当に今妊活を始めようと思ってどうしても私たちの発信を求めてる方っていうのもいたりする中で、全く発信しないっていうのはなんか申し訳ないなっていうふうに思ったので、そこだけでの発信でもしていこうかなっていうことで始めた感じの経緯になります。ほろみを始めた経緯か。そうですね、ほろみを。はい。なのでなんかこう意地悪で YouTube で発信しないとかそういうことではなくって、そういう理由があるんですよっていうのをお伝えしたかったです。実際どんなのが来てたのかっていうのを、言うつもりは全くなかったよ、正直。そうだね。そうなんだけど、こういうのが来てるよって、だから私たちは嫌だよってなんか言った方が伝わるんじゃないかなっていうふうに思って、あと今回コメント欄がすごい祝福の私たちの、応援してくれてる方がすごいバーっておめでとう頑張ってって書いてくれたことで本当にありがたかったんですけど、DM の方でそうなんですよ、送られてくるのがほとんどで、動画で祝福のコメントが多すぎて言いづらかったので DM で言わせていただきますっていうふうに否定的な意見を送ってくる方っていうのがもうほとんどだったんですよ。だからしかもその人たちもなぜかみたいな、なぜか動画では祝福のコメントが多くて、なんかすごい言い出しにくかったのでみたいな。いや何がってそうなんです、インスタグラムの DM と笑い事じゃないか、ブログの方のメッセージでほとんど送られてきたのがそこだったんですけど、返信とかはねインスタグラムの DM の返信はできてないんですけど、全部目は通させてもらってて普段から、だから全部こう見てはいるので、しっかりそういった意見も見させていただいたんですけど、どういう意見がどういう意見そうねまず一番多かったのは子供を産むのをやめてくださいっていうお願いですね。産むのを本当にやめてください。いろんな理由があります。例えばその子供がそのママ2人だと混乱すると思うし、将来いじめられるので絶対に子供を産むのをやめてくださいっていうご意見だったりとか、育児を現在しているそのお母さんっていう方からは本当にたくさんいただいて、うちの子は障害を持ってるんですけど日々本当に育児がしんどくてすごい大変です、育児の大変さをあなたたちは何も分かってないと思うので子供をそんな簡単に作りたいって言わないでくださいっていうご意見だったりあとはシングルマザーの方だったりとか、子供がたくさんいるご家庭だったりとか、本当に育児が大変なことを全然分かってないと思う、甘く考えすぎてる、子供を持つっていうのは本当に大変なことですよ、お金もすごいかかりますよ、絶対に子供を産まないでくださいっていうような感じのもう本当に同じような、それがめちゃくちゃ多かったんだよね。そういじめられると同じくらいの量だよね。あとはもうすごい困ったなって思ったのは、毎日 DM とあとインスタグラムって今電話ができるんですけど、毎日 DM が本当に産むな、諦めて、甘く考えすぎてる、子供を育てたことがないからわからないだろうけど本当にあなたたちの考えは甘いっていう、もう本当に何て言うんだろう、短文を毎日5個ぐらい送ってくる、一緒に恐怖を感じてたよね。電話してくるじゃん。そう、電話も出ないけどさ、その毎日 DM だったり電話をしてくる方っていうのがいたりとか、あとは育児に携わりたいのであれば、育児を他の親御さんたちは大変な思いをしてやってるから、そういう人たちを助けるボランティア活動をしてくださいっていうご意見だったりとか。何がって思わない？なんかボランティア活動は素晴らしいことだよ。そう、それは素晴らしいこと。でも何がってなんでじゃない。なんで？なんでよ。なんでだかわからないね。ちょくちょくさ言われるのがさ、なんか犬を飼ったから諦めてると思ったのにまだ子供の話してるんですねとか、犬を飼ったから犬で我慢してくださいよみたいな。贅沢言わないで子供なんて。あと日本ではその同性カップルが存在してることには誰も文句は言わない。なんか他の国だったらこういろいろあったりするじゃない。認められてない国とかもあったりするから、そういう意味では普通に生きてて一緒にいられるだけで幸せだと思ってくださいみたいな、それ以上の贅沢は望まないでくださいっていうような、そういう意見だったりとか、それが
なんか一番全然笑いなことじゃないんだけど、だから分かる、その当時言われてた時本当に何が2ショックだったじゃん、今さ聞くとさちょっと面白い面白くはないけど、なんかちょっと笑っちゃうようなことじゃない？なんかこう的外れなんかこういろんなご意見があるから全部受け止めなきゃっていう気持ちだったりとか、やっぱ公の場に出てるからそういういろんなご意見が来るっていうことは自分たちでも分かってたじゃん、もちろん分かってたはいたんでし、すよね。そういうのは全部受け止めていこうじゃないけど、いろんなご意見をしっかり聞いた上でも活動を続けていけるだろうっていうふうに自分たちで思ってたんですけど、今回言われてしまった言葉がなんか結構なんだろう、なんか普通に単純に怖い。電話とかは怖かったかな、ちょっと恐怖を感じる。なんか本当にその人がそういう意見を持ってるっていうことは全然私は否定しないというか、そういうご意見がある同性カップルが子供を産んでほしくないっていう人がいるっていうのは全然わかるし、そういう意見があることを否定したいわけじゃないんですけど、なんだろう、私たちの生活にそんなにもこう毎日 DM を送ってきたりとか、すごい上から目線じゃないけど、なんかそういう意見を言ってくるっていうのはなんかちょっとひどいなっていうふうに正直思ってしまったのと、あと一番私がちょっとそうなのかってショックを受けてしまったことが、結構お二人のことが大好きだからお二人のことを思って言わせていただきますっていうことを最初に書いてる方がすごい多かったから、なんかそのブログも読んでたし YouTube も見てたし、2人のことが大好きだからこそ2人には子供を絶対に産んでほしくないっていう、そういうスタイルで送ってくる文章がすごい結構ショックで、私はねわかる、だからなんかそう結構ぐさっとくるものがあったんですけどね、そういう発信をしてるのは私たちだから、そういう方たちが全員もすごい悪者っていう風に言ってるわけじゃないんですけど、こういうご意見があったっていうので私たちはちょっと妊活についてね発信するのをちょっと躊躇してしまいましたっていうことが伝わればなっていうふうに思うんですけど、そういうふうになご意見がたくさん来る理由を私たちもなんか考えていて、やっぱり前回の動画で本当は妊活を同性カップルが始めるってすごい勇気のいることっていうか、あんまりなんかこうみんなが納得するようなことじゃないのかなっていうふうにも思って、ちょっとビビりながらの動画ではあったんですけど、すごい話し合って、確かすっごい迷ってた動画だったんだよね、だったんですけど、やっぱり私たちにとっては前向きな発表だし、やっぱ子供を作るってさ、なんか幸せなことじゃん、だからその暗く話すことでもないよねっていうことで、動画のスタイルをハッピーにお伝えするっていう風に私たちは選ばせていただいてて、笑顔で、ハッピーな感じで話してしまったんですけど、私たち妊活始めますそれが結構なんか軽いっていう風に受け取る方とかもやっぱ出てくるような動画になってしまったのが原因だったりもしたのかなっていう風に思ったりもして、子供を育てるっていうことを軽く考えすぎてる、甘すぎるっていうご意見がたくさんあったっていうのはやっぱ私たちのその発表の仕方もあったのかなっていうのもかもしれないあったりしたんですけど、でもやっぱりそこに関してはちょっと否定させていただきたくて、子供を持つっていうことに関しては本当に考えました、いろいろと、お金の面でもそうですし、たくさん考えて決めたことで、なんか子育ての大変さに関して 100% 理解しているかって言ったらもちろん子供を育ててないわけだから、そのお母様たちのことをね100% あなたの気持ち分かりますって私が言うのも絶対違うから、それ分かってるとは思ってないんですけど、身近に双子のお姉ちゃんが子供が2人いたり、その上のお姉ちゃんもこの間子供生まれたりとか、友達でも子供いる人がいたりとか、いろんな意見を聞いたりとか、子育ての様子っていうのを身近で感じられる環境でありがたいことに、でそういう大変な部分とかもたくさん聞いたりしたりするし、あとうちのママにそういう意見を言われちゃったんだよねっていう話をした時に、なんかママは多分25とか6とかそのぐらいで産んでると思うんですけど、その時に子育ての大変さなんて産む前に知ってるわけがないって知って産む人なんていないでしょって、子育ての大変さを 100% 知って産んでる人なんて見たことないよって、そんな人いないよ、みんな産んでから知るんだよって言ってて、そうだよなって思っ
て、だから 100% 知ってるわけじゃないけど知ろうと努力してるし、身近にやっぱ助けてくれる両親だったりとか、うちのママたちはさ2人とも先輩なわけじゃん、子育ての。何かあったら聞ける人もいるし、お姉ちゃんたちも助けてくれるだろうし、子育てについて甘く考えてるっていう意見についてはなんかそうやって決めつけないでほしいなっていうふうに私は思います。私その双子の姉がいて子供2人いて、で一緒によく過ごすことって結構多いわけ、で子育ての大変さ全然分かんないよ、2日間とか3日間とかその短期間で一緒に過ごしたこと何度もあるんだけど、それだけでもうぐったりするのね、いやもう本当に疲れる、本当大変だなっていうのが分かるわけよ、でもそれでもこの大変さが永遠に毎日続くのってもう多分計り知れない大変さだと思うのね。だけどそれでも欲しいなって思ったわけだから2人で決断して育てようって言ってるし、だし男女のカップルで私たちこれから妊活始めますって言ったとします。やめてください、大変ですよって言わないじゃん。女性2人だから大変ではなくないみたいな、それって男女でも同じく大変なのに、なぜわかんないよ、男女の人たちでもそういう風に発表したら、もしかしたら DM でやめてくださいって子育て大変ですよって来るのかなわかんないけどやめてください、来てるのかもしれないけど、それって違くないみたいな。そこに関してはそうだでしょ、同性だから言われるのって違くないみたいな、っていう風にすごい思ったから、だからその意見に関してはちょっとなんかおやおや、むしろなんかお姉ちゃんとかはさ、ママ2人っていいのみたいなね、すごい言うじゃん、私たちもなんかそう思うっていうか、その育児に関しては2人ともがやっぱ自分がお互いに主でやっていくと思うから、むしろなんか大変、すっごい大変だよっていうのを長文でくれるわけじゃん、すごい大変なんだっていろんな大変そうな方のご意見を聞けて、むしろちょっとありがたいよね、その部分。でもその後にだから産むのはやめてくださいのみなんでってなんの、むしろありがとうございますよね、その大変な人の意見をたくさん聞けるっていうのは、逆にもっともっと心構えができるから、それはありがたいんですけど、でもいくら言われても子供じゃあやめよっか、やめとけ、じゃあ大変そうだしそうだねってなれはしないじゃん。本当に私たちが子供を産むのをやめさせようとしてそういう DM をたくさん送ってきてるのであれば、私たちは本当に考えて子育ての大変さとかも覚悟して子供を作るっていうのを決めてるので、子供を産まなくなるっていうことは本当にもちろん体の問題とか、いろんな問題で諦める瞬間って来るかもしれないけど、その誰かの意見でやめるっていうことはないので、もし本当にやめさせようと思ってそういう DM を送ってきたりとか送ろうとしてる方がもし今いるのであればね、その可能性はないので送らないでほしいなっていうふうに思います。はい、本当になんかその厳しいご意見をね何度も言うんですけど、否定したいわけでもなんかその受け入れたくないとか、そういうなんかこう公の立場に出てる以上さ、そういうのは受け入れなきゃいけないっていうふうに思うじゃん、そういう意見もあるんだなって、そういうのはあるんですけど、やっぱりなんかちょっと私たちがその意見を変えるっていうのはやっぱ違う、その受け入れてはいるんですけど、公の立場に立ってるからといってみんなの意見を全部聞いてこう流されるっていうのが正解ではないと思うので、そうですね、そこは意志を強く持ってやっていこうと思います。頑張りますでね、その妊活についてでもこの YouTube 上で一生話さないのかについて今後は話します。今後はというか、具体的にだと妊娠 しました、安定期に入って皆さんに多分妊娠しましたってご報告をね YouTube 上でできる時が、来たら嬉しいよ、来たら嬉しいとか来ると思うんですけど、その時に今までのじゃあその妊活ってどのようにするんだろう、今その会員制のフォロミーで言ってるようなことを言う時は来ます。今現在知りたいよっていうこととか、そういうフォローミーっていうのがあるのでフォローしていただければと思うんですけど、後には話す予定なので、それを待ってくれたらなっていうふうに思ってます。そうだからフォローミーではね、正直結構今リアルタイムのことでネガティブなこととかも書いちゃってたりするんですよ。本音の本音だから、でもさ YouTube 上ってそこまでなんか暗くしたくないっていうのもない、だからそれもあって今この現状のね妊活中の結構ナイーブな状態で、皆さんに言ってしまうとなんかいろいろ
嫌な思いをさせちゃうかもしれない、とかっていうのとか、あと今後妊活していく中でいろいろ変わるかもしれないじゃん、だから今こういう方法でやってます、でもそれができません、だからこの方法に変えますとか、それ変わるかもしれないから、その変わるたびにやっぱりこれ変わりましたとかって言っちゃうと、なんかなんだよみたいな混乱させちゃう、そういうパターンの人たちも全然ありだとは思うんですけど、逐一報告するのも、でも私たちはその報告しないスタイルがいいんじゃないかっていうことで、無事に授かった暁にはどういう方法で私たちはやりましたとか、こういう経緯で一回こうしてとか、なんかそういうのをね、お話ししていけたらなっていうふうには思っております。この安定期に入ったらご報告っていうのは結構ありがちだと思うんですけど、私たちはやっぱ妊活してるっていうのをね、公の場で言っちゃってるから、なんかみんな気になるとは思うんですけど、それを待っていただければというふうに思います。フォロミーを見てくれてる方たちっていうのは、そういうとこもひっくるめて責任を負うよっていう責任をそうだね、暗い気持ちにさせちゃう時もあるかもしれない。見るよっていう方、そうだねっていう感じでございます。はい。すごい難しいこの動画、伝わるのか分かんないし、伝え方がすっごい難しいのね。難しいね。前回の動画でやっぱ勘違いさせてる方とかもいるから、ちょっと笑いすぎちゃったから、ふざけてんだなまたって思われたかもしれない。別にふざけてないし、すごい話し合ったんだよね、この動画を出すにあたっても。そうだし、伝わったら嬉しいなっていう感じです。応援してくれてる方とか、本当に私たちのこと見守ってくれてる方っていうのが本当にたくさんいるっていうのはすごい伝わっていて、すごい日々ありがたいなっていうふうに思ってるので、これからもどうぞ私たちのことをよろしくお願いします。こんな感じで今日の動画もいいなって思った人はグッドボタンとチャンネル登録、コメントもぜひよろしくお願いします。そして私たちは SNS もやってますので、Twitter、Instagram、アメブロ、TikTok、ぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。バイバーイ。すごかったよ。多分みんなあれだよ、ダリーのことしか見えなかったっていうコメントしか来ない。